古代エジプト王トトメス3世に関する資料によると、毎日卵を産む素晴らしい外国の鳥について記述しています。ゾラスター教の信者はこの鳥のことをその鳴き声によってこの世における闇と光の間の構想を告げる霊であると考えていました。ローマ人は戦役の際にはこの鳥を戦争の勝敗を予知するものとして連れて行きました。今日鶏は未だに重要な役割を果たしています。しかし崇拝される立場ではなく食卓上で、現代の鶏は種として赤色夜景と呼ばれる鳥と、部分的にはインドや東南アジアに固有の3つの近縁の種の血統を引き継いでいます。この地域で育つ竹は数十年に一度だけ大量の実をつけます。赤色夜景の毎日卵を産む能力は、竹のこの稀な特徴を利用し、食料が豊かな時に個体数を増やすように進化したのかもしれません。鶏のこの特徴を人間が日々利用し、鶏の飛行能力の低さと飼育に広い場所を必要としないことが、捕まえて閉じ込めることを容易にしました。家畜化された最古の鶏は少なくとも7000年前まで遡り、食用のために飼育されていたのではなく、今の時代では好ましくないと思われることに使われていました。足の毛爪を武器とするオンドリの繁殖期の凶暴さによって包茎が人気のエンターテインメントになっていました。紀元前2000年までには鶏はインダス谷から中国へ、そして中東へと広がり、動物の王として君臨し、宗教儀式で使われるようになります。しかしエジプトで鶏の新しい歴史が始まります。メンドリが卵を抱いている間、メンドリは新しい卵を産むことはなく、6個かそれ以上の卵を掴んだ状態で21日間座り続けます。紀元前1000年期の中頃までには、エジプト人たちは鶏の卵を人工的に孵化させる方法を発見しました。バスケットに卵を入れて熱い灰の上に置いておくのです。これによってメンドリは毎日卵を温めることから解放され、高貴に扱われる存在、つまり再使用としての存在から一般的な食料となりました。エジプト人が卵の人工孵化の仕方を発見した頃、フェニキア人の商人は鶏をヨーロッパへ広め、そこでは瞬く間にヨーロッパ人の家畜として必要不可欠なものとなったのです。しかし長い間高貴な立場にある鶏も食用の鶏と同時に存在し続けたのです。古代のギリシャ人は戦闘用のオンドリを若い戦士たちに闘志を励示するために使い、ローマ人は鶏に信託を求めました。そして7世紀になる頃まで鶏はキリスト教の象徴とされていました。それから数世紀にわたり、鶏は人間がどこに移住しようともお供し、世界中へ広まったのです。貿易や征服、そして植民地化を通してです。アヘン戦争の後、中国産の鶏がヨーロッパに渡り、ヨーロッパの鶏と交わることで流行し始めたのがヘンフィーバー、メンドリブームとかザ・ファンシーと言われたもので、ヨーロッパ中の養鶏農家は特定の特徴を持った鶏を交配し、様々な新しい品種を生み出すのに励みました。この傾向はかのチャールズ・ダーウィンの注目さえ引きました。彼は同様な選抜育種が自然界でも起きているのではと考えました。ダーウィンは何百羽もの鶏を観察したことでしょう。それは進化論を広めることになる彼の歴史的な著書の完成を目指していた時のことです。しかし鶏の最大の科学的貢献は後に訪れます。20世紀初期、イギリスの科学者3人が広範囲にわたる鶏の交雑育種をグレゴール・メンデルの遺伝に関する研究をもとに行いました。高い遺伝的な多様性、多くの際立った特徴、そしてわずか7ヶ月で世代が交代することから、鶏はぴったりの研究対象だったのです。この研究は有名なパネットの包茎の発明に至りました。これは与えられた遺伝子型の対からどのような遺伝子型が生じるかがわかるというものです。それ以降、新たな着想による数多くの交配実験が行われ、より大きく肉付きが良く、またかつてないほど多くの卵を産む鶏が作り出されました。そうしているうちに鶏の生産は産業的、工場的なビジネスモデルへと変遷し、鶏は紙1枚分にも満たないスペースの中で育てられるようになりました。現在では動物の権利や環境への懸念を考え、平飼いする傾向に変わってきていますが、現在ほとんどの国では220億もの鶏が養鶏場で育てられています。戦士や神へのお供え物から旅のお供や研究対象に至るまで、鶏は何世紀にもわたって様々な役目を担ってきました。鶏が先か卵が先かということわざがありますが、鶏の興味深い歴史はそれ以前のことは別としても、私たち人間の歴史についても語っているのです。歴史の秘話をもっと知りたいですか？歴史上の致命的な色についてこの動画をご覧ください。またはこの動画で世界で最も愛されているゲームの起源を探ってください。